コウタです。タイです。本日は海外移住するならマレーシア一択の理由というのをお伝えしたいと思います。それでは行きましょう。 Let's get started! 世界中チャンネル。はい、我々がこういった、海外6カ国10都市を暮らす中でいろんな人からやっぱ質問を受けるわけですね。で、どこの海外の移住をしたらいいんだろうというようなね質問が多いので、その時に私たちがいつも答えてるのが、もう最初だったらマレーシア一択だよというふうに言っていますね。で、今日はその辺の理由を明らかにしていきたいというふうに思います。はい。それでは初めての海外移住ならマレーシア一択のその理由その1。それは安定した気候です。これ非常に重要で、マレーシアは他の東南アジアの国々と比べても気候の安定度が抜群です。大体ずっと同じ気温だよね。そう。毎体、朝は25度ぐらい、暑くても34度ぐらい、大体が30度前後という感じで非常に過ごしやすい。で、雨も多いかなと思ったら大体夕方ぐらいにスコールが降って、それで終わりというケース。それまですごい晴れてたのにドドーンと、降って、その後またすぐ晴れるみたいなケースがあって、全然ね気候的には安定してるなというふうに思いますよね。でもちろん雨季とか乾季とかあって、それは降り続く時もあるんですが、日本とかに比べると全然少ないなというような印象です。で、他の東南アジアの国、本当に気象条件が厳しいところもあるんですが、マレーシアは本当に安定しているということでおすすめかなというふうに思います。本当だね。はい、初めて海外移住するならマレーシア一択の理由その2番目。それは圧倒的な住環境です。もうこれはね、もう語り尽くせないぐらい素晴らしいんですけど、やはり我々が本当にたくさんのところを住んだ中で一番住環境がいいのがマレーシア。ほんまに特にこのクアラルンプール周辺ですね。我々はサイバージャイアントとか言いましたけど、クアラルンプールを中心とした半径30分ぐらいのところが本当に非常に住環境がいい。大体がタワーマンションがもう普通です。日本で、普通に暮らせるようなお家賃でタワーマンションであり、しかもプールがあって、ジムがあって、そして、ショッピングモールがすぐあってというような感じで非常に暮らしやすい。便利だよね。そうというのが特徴なので、もうなんか住むだけで幸せみたいなね、感じが、そんなに出なくてもいい。そうで、気候も安定してるので毎日のようにプール行けるし、本当に、とってもいいなっていう、住環境はいいなっていうような感じるのがこのマレーシア、特にクアラルンプール周辺の物件になります。間違いない。クアラルンプールの住環境によってはこちらの動画でね詳しく解説してありますので、ぜひご覧いただければというふうに思います。初めて海外移住するならマレーシア一択その理由その3。それは魅力的な多民族国家であります。マレーシアは本当にたくさんの民族、あるいは人種ですね、の方々がいて、マレー系が7割、中華系が2割、そして7% から 10% ぐらいがインド系と言われています。我々みたいな外国人だったりとか西洋人もたくさん暮らしています。そうだね。本当に様々な、人種の方々がいるので、逆に相手のことをあんまり干渉しないなと、その辺が、いいところだなというふうに。誰がいても別にね、どの人種いても差別とかなんか全然そんな感じないもんね。もちろん中には何かあるかもしれないけども、こちらでは全然感じないというようなところで、とても過ごしやすいしリラックスできるというところがあったりします。で、さらに街中にはたくさんモスクがあります。イスラム教徒の方が6割ぐらい、7割ぐらいいるので、モスクがたくさんあって、そういうとこ行くのもね、また楽しいし、中国の道教寺院だったりとか、あるいはヒンドゥー寺院だとか。そうやね。そういうのも混ざってるしね。日本には本当に少ししかないので、ヒンドゥー教寺院なんて言ったら結構驚かれる方も多いと思うんですね。いろんなこの神々が祀られていると。ド派手だよね。ド派手でカラフルでね、とっても我々好きなんですけども、そういったところに行くだけでも楽しいし、チャイナタウンがあったりリトルインディアがあったりする中で、いろんな人種の人たちといって、まさにプチ海外経験、海外旅行の感じが、クアラルンプールとかね、そのあたり行くだけで楽しめるというのが面白いかなというふうに思います。というわけで、この多民族国家というのも一つの魅力かなというふうに思います。はい。それでは初めて海外移住するならマレーシア一択その理由4つ目。それは
英語が通じるとうん。いうことです。I'm スシローマスター。お、いいんじゃない確かに。これは東南アジアの中でも相当レベルが高い方そうです。だね。シンガポールとフィリピンに並ぶうん。ものすごくもう公用語の一つになっておりますので、確かに。多くの方が英語を喋れる。これが意外にやっぱり安心感違いますね。そうだね。なんか、例えばタイはさ、うん。かなりタイ語やん。そうね。だからローカルの方々はね、うん。ローカルの方々はタイ語しか話せないと。ベトナムは、まあ、やや英いや語、話せない話せないなんていうの、片言の、なんかレストランだったら喋れる。まあ、でもローカルの人は話せない。話せないしね、通じない。うん。 We love、キムチチャーハン。あうん。あ、キムチ。キムチ。台湾とかでも、台湾もやや話せない。やや若い方は話せる。って感じやったからね。めっちゃ中国語でガンガン話せられるけど全くわからない。その中で相当スムーズになんか通じるのはうん。マレーシアだよね。そう。でやっぱり自分の気持ちをすぐ英語でね、伝えられるっていうのは、いいし、まあ、勉強にもなる。だからこそ英語を頑張ろうっていう気持ちにもなるということで、そのあたりもとってもいいかなと思います。うん。で、さらにポイントなんですが、英語ができるということで、実は日本の方に注目なのが、教育移住なんですよ。で、いいね。インターナショナルスクールがたくさんあって、うん。これ今すごく増えているのが日本の方々が教育移住として、こちらのね、マレーシアの学校に通わせようというようなね、お子さんが増えていて、うんとっても国際化が進んでいるという現状があります。親御さん一人なら一緒にビザ取れるみたいなね。そう、まさにその通り。ね後ほどね、解説しますけど、ビザも取りやすいというのが一つ特徴になっています。はい。で、教育移住に関しては、こちらの山田由香さんの動画が非常に参考になるかなと思いますので、お子さんいらっしゃる方はぜひ要チェックをしてください。はい。それでは、初めて海外移住するなら、マレーシア一択の理由、その5つ目は、それは、物価がまだ安い。ということですね。そうやなうんはい。まだ安い。もちろん、例えばベトナムであったり、インドネシアの方が安いです。安さはあるんですが、マレーシアというのは、非常に高度な近代的な国家を作り上げたのにもかかわらず、まだまだ安いと。特に住環境が安いということで、それ辺が、まあ、日本にいるよりも少しだけ安いうん。というのが今の現状です。うんでとはいえですね、やはり円安になっていて、インフレも加速しておりますから、年々ね、物価が高くなっていることは確かです。ですが、まあ、今なら、移住するのにね、来ても、それなりに安いねというふうに感じていただける値段になっております。そうやね。ザリガニおにぎり。年々上がってるところは気になるとこやけどね。これがね、我々が日本から来た時は、31円、1リンギット31円だったのが、今では35円前後というふうになっておりますので、2年ぐらい経つとね、それぐらいになるということで、本当に厳しいなというふうに思ったりしますね。早めにそうですね。行きたいなって思ってる人は早めの方がいいと思います。はい、思います。で、例えばね、物価で言うと、屋台で言ったら、まあ300円ぐらいから食べれるという感じ。もっと安いのも、まあありますよ。ありますけれども、我々がまあ食べる感じとしてはそれぐらいかなと。で、大体が6、700円。700円ぐらい払うと、まあ問題ないようなね、そうだね。食事ができたりします。タイミさんの好きな和風パスタ、こちら出てると思いますけど、和風パスタのお店も、大体まあ500円、600円。めっちゃ美味しい。きのこパスタが食べれるということで、まあ日本より若干安いというのがいいかなというふうに思います。パスタ三昧。パスタ三昧。おー、来ました。来ました。おーっと、これはもう本物の顔をしています。本当に美味しい時の顔をしています。激うま。でさらに、まあ、注意点といい点なんですが、いい点は、国内もの、マレーシアで採れる国内の野菜だったりっていうものは非常に安いです。そうやな、確かに。もう日本よりそれははるかに安い。けれども、輸入物、ニュージーランドが輸入してます、オーストラリアから輸入してますというものは逆に日本より高いぐらい。輸入物結構いっぱいあるよね。いっぱいある。まあ、特にマレーシアというのは人口の少ない国なので、タイみたいなところから工場で輸入してるみたいな。そういった商品もあったりします。というわけで、もう国内のものは安いけども国外のものは高かったりするというのが、まあ、注意であり、まあ、いい点でもあるのかなというふうに思います。他にもね、安いものがあったりして、例えば移動費ですね。我々がよくいつもこの動画でお伝えしているグラブタクシー。
シェアライドタクシーがあるんですけども、これは非常に安いです。本当よね。だいたい180円初乗りみたいな感じで、1000円行くことはほぼない。ないよね。我々サイバージャイアからクアラルンプールまで3、40分車でかかるんですけども、それでも1800円ぐらい。そうやな、日本で言ったら余裕で1万円は超えるかもしれないね、距離的に。というぐらい非常に長い距離、しかも高速使いますからね、非常に長い距離で、それぐらいの値段ということで、移動費は非常に安いです。本当に。同じ移動費って言ったら、なんと一番いいのがエアアジアの本拠地であると。あ、そうやんな。そう、飛行機な、とにかく。このローコストキャリアが非常に発達していて、もうクアラルンプール空港からですね、もうどこにでも行ける、アジアだったらどこにでも行けると言っても過言ではない。本当だよね。本当にこんな小さなインドネシアの都市にまで行ってるのというようなところまで、安い値段で行ける。もう場合によってはもう国際旅行、海外旅行が1万円いかないぐらいでできちゃったりする。という日があったりします。もう数千円単位という形で売ってる日もあるので、非常にホームページをチェックしながら、安い日を選んで行っていただければなというふうに思います。エアアジア様々ですね。エアアジアは本当にありがたいわけですね。本当にありがたいです。で、さらに SIM コード、携帯代に関しても、我々はプリペイドという前もって払うパターン。コンビニでね。コンビニで払うパターン。これでだいたい55ギガデータが使えて、スピードは100メガまで、すごく出て、だいたい1200円ぐらいと。激安だよね。やっぱこれもね、日本よりは半額ぐらいになるかなというような形なので、生活費全般と考えたら、多少物価が上がってるとはいえ抑えられるなというような印象です。というわけで以上、物価が安いというメリットでした。初めて海外移住するならマレーシア一択。その理由6個目は、それは食事が美味しいということです。これは意外に思う方がいらっしゃるかもしれません。皆さんはマレーシア料理と聞いてどんなものを思い浮かぶでしょうか？何も浮かばないんじゃない？浮かばない方が多いですよね。何があるんだろう。タイ料理って結構ね、トムヤンクンとか浮かぶ方が多いと思うんですけど、なかなかマレーシア料理は浮かばない。でもこれがね、本当に美味しいんですよ。私はめちゃめちゃハマってる。そう、特にタイミさん好きなナシレマ。これナシレマは本当にこちらでいう幕の内弁当みたいなやつで、ご飯が、ナシというのはご飯のことなんですけど、そこの周りにいろんなおかずが、ピーナッツであるとか、小魚であるとか、チキンであるとか、野菜があったりして、それが美味しいと。で、特に好きなのがサンバルソースをつけながら食べるっていう、そのサンバルソースが美味しいんですよ。ちょっと赤っぽいね、辛いやつなんだけど、ちょっとピリ辛なんだけど、その香辛料がたまらないということで、もしかしたらね、初めての方は苦手だなって方がいらっしゃるかもしれない。何度か食べるうちにタイミさんなんかもう大好きになってハマっちゃいました。になると、今にはもうサンバルないのかなみたいな、めっちゃハマっちゃいました。探すぐらいハマってますという感じですね。最初来た時は全然もう、マレーシア料理全然魅力的じゃない、見た目も地味みたいな感じで、で味もそんなでもないなって感じやったのに、だんだんハマりだして、めっちゃ美味しいやんに変わってきました。でしかもいろんな国が近いというのもあって、タイ料理も美味しかったりしますよね。確かに。我々が本当に通い詰めたこちらのタイラックというお店、このタイラックのトムヤン君は私の勝手な感想ですけど、タイ本場よりうまいんじゃないかと思うぐらい。タイの方々から苦情来るわ。苦情来るのね。でも私にとってはそれぐらい、あくまでも個人的な話ですけど、美味しいんじゃないかぐらい。美味しいよね。でもほんまに美味しい。もう滞在中何度も食べましたし、あとは中華料理ですね。そうやな、美味しいな。チャーハンであるとかね。そう、餃子であるとかね。マトン餃子。マトン餃子こちらもね、ちょっと見ていただきたいなと思いますが、羊の餃子。これがね、独特のちょっとした匂いはあるんですが、それがまたプラスに働いていて、嫌な感じじゃないよね。初めて食べたんだけど、非常にうまいということで、それ以来毎年ね、行くたびに食べているというようなところなんで、ぜひこのマトン餃子もトライしていただきたいなと思います。このマトン餃子の背景というのは、やはりイスラム教国なので、豚肉を食べれない人が多いということで、餃子の中に豚肉ではなくマトンを包んでいるものがあるということで、非常にそれも面白いなというふうに思いました。で、あと韓国料理なんかもね、美味しかったりして、本当に世界各国の料理が縮図として楽しめるということで、それも美味しいなというふうに思います。クアラルンプールなんかはもうね、何でもあるし、日本食も大量にあるしね。そう、タイミさんがね、スシロー、もうスシロー
行きたいっていうふうに言うもんですから行きましたけれども、もう全然に日本クオリティ、ジャパンクオリティで、非常に美味しいということで、まあ食事でそういうふうに困ることはないかなというふうに思います。それでは初めて海外移住するならマレーシア一択、その理由7つ目は、それは自然が豊かだということなんです。確かに意外かもね。そうなんだよね。みんなあんまり知らんのじゃん。クアラルンプールの中はもうタワーマンションばっかり、高層ビルばっかり、実は世界2番目に高いビルムルベカっていうんですけど、これはクアラルンプールにあります。名前がでかそうやな。そうで、で、マレーシア国内で2番目のビルもあるし、ペトロナスツインタワーが482メートルあって非常にそれでも高いということで、非常に大都会なんですが、一歩出てもう3、40分車を走らせたら大自然が広がっているというケースがあります。そうやな。しかも周りに山がたくさんあるんですね。めっちゃ囲まれてるよ。めっちゃ囲まれているので自然に我々もマレーシア滞在中何度も山に登らさせていただきました。登山できるね。そう、これが本当に気持ちよくて、すごくリフレッシュできて、1500とか2000メートルぐらいの山がたくさんあるので、そういった登山も楽しめながら、しかも川に入ったりね、滝で遊んだりとかね。シャワーがめちゃくちゃいい感じのね。そう。もう大自然が広がっているということで、この融合が素晴らしいなというふうに思います。で、なおかつ先ほどエアアジアっていう話しましたけど、ちょっと空港に行ってもう行けば、飛行機乗ればもうたくさんの離島があります。マレーシア、特に東マレーシアには素晴らしい美しい、離島があります。レダン島とかキオマン島とかいろんなあるんですけど、そういったものがあるので、南の島にも苦労しないし、山にも苦労しないということで、もう大自然と大都会が融合した素晴らしい都市国であると。自然豊富ですよね。家からもさ、眺めがもう緑が結構見えるから、なんかそれだけでもさ、いいよね。そう。街中も結構緑があるし、我々のようなサイバージャヤになるともう本当に自然の中に逆にタワマンがあるみたいな形で面白いなというふうに思いますよね。ですよね。お猿さんいたり。それでは初めて海外移住するならマレーシア一択、その理由8つ目は、それは先ほども言いました移動が超便利というお話です。移動が本当に便利。先ほどグラブタクシーの話をしましたけれども、それ以外にやっぱりエアアジが本当に大きくて、もう我々が例えば東京から大阪行ってくるわとか、場合によっては箱根行ってくるわとかいう感覚で海外旅行ができてしまうということがありますよね。確かに。もうだから私もね、マレーシア行ってる時に、タイミンさんを残してちょっと一人旅行ってくるわっていう形で、インドネシアのメダンっていう、多分聞いたこともない都市だと思うんですけど、これでも国内4番目、インドネシアの国内4番目の大きな都市で、もう100万人か200万人ぐらいいるんですけど、そういったところを一人で旅行をしたりですとか、もう本当にすぐ次の都市に行けるので非常にありがたいなということですね。めっちゃ便利やんな。移動が本当に便利ということで、こちらが8番目の理由になります。はい。それでは初めて海外移住するならマレーシア一択、その理由9つ目。はい。それは時差がわずか1時間、日本ということになります。確かにこれは日本でビジネスするとか、日本の人とビジネスするとかやったらめちゃくちゃ便利やんね。もちろんね、そういうビジネス仕事関係で、連絡を取る、あるいはズームをするという、我々特にタイミさんみたいな場合は、もう時差は非常に大事なので、時差が1時間しかないということでありがたいですよね。ほんまに。でさらに言うと、やはりご家族との連絡とか、友達と日本にいる友達との連絡という面においても、すぐ連絡できたりとかビデオ通話できたりとかして安心だと。これはハワイに行ったりとかヨーロッパにいたりしたら、やっぱり時差を考えながら、相手の良き時間に、起きている時間にかけなきゃいけないということなので、これもなかなかね大変なところがあるんですが、我々にとってはたった1時間しかないので、すぐ連絡が取れるということで、何かあったらね、もう本当に7時間ぐらいで、エアアジアとかそういうのまで、空港から飛び立てますんで、日本にもすぐ帰りやすいというところもあるので、非常にこれがいいなというふうに思います。ほんまやな。最後に初めて海外移住するならマレーシア一択、その10個目。はい、それはビザが取りやすいということです。マレーシアは
日本と変わらない、あまり変わらない国土の大きさです。日本は1億2000万人いるんですが、マレーシアは3000万人、3300万人しかいません。ですから、国土が非常に大きい、豊かなんですね。本当に大きい。余裕がある。だからなるべく、おそらく政策もあるんでしょうけども、外国人に寛容です。どんどん入ってきていいよというようなことがあったりします。最近ちょっと、ビザが厳しくなった側面はあるんですが、それでもまだ取りやすい傾向にあります。で、特におすすめなのがデジタルノマドビザというのがありまして、こちらは我々のようなこのインターネットだけで仕事ができるような方々に今、ビザをね、発給をしていて、非常に安い価格で12ヶ月まで1年間住めるというようなビザです。で、さらに更新も可能なので、もし住み心地が良くてこのまま住みたいという方は、更新も可能になってきているというものがあります。通常は3ヶ月。通常は90日まで入れる。90日。ノービザで90日までマレーシアに滞在できます。ですから我々の場合はいつもノービザで入って、90日以内に次の年に行くということをやっております。そうやな。だからずっともうさ出たりとかしなくてもいい感じで行きたい人はノマドでいいよね。そうだからもうマレーシア大好きだ、住みたいっていうんであればこのデジタルノマドビザがおすすめかなというふうに思います。で、さらに先ほど教育移住っていう話ありましたけど、教育移住ならですね、なんと保護者にまでビザが出ると。いうことがありますので、学校を決めていただいたら学生のビザをね、まずお子さんのビザを取っていただいて、そのお子さんに親御さんがついていけるということで、一人までですけどね。だからよくあるのが、旦那さんが日本で働いていて、奥様と、娘さん息子さんが、こちら、マレーシアで、いるという形で過ごすのがすごくね多いなっていうような印象です。本当ですね。で、さらに本当にマレーシアが気に入った、もうこれは永住までいかないかもしれない、とにかく長く住みたいというのであれば、MM2H ビザというビザがあります。こちらは最近ちょっと値上がってしまって数百万かかってしまうんですけれども、それでも取ってしまえば10年間住めると。すごいね、10年も住める。いうことで、これは非常に、本当にね、これはもう住みたいと、もう永住だと、あるいは次の住み方だという方にはおすすめのビザかなというふうに思います。あとビジネスとかやる人とかしたらさ、それぐらいビザ欲しいとかって銀行口座ねとかも作れるし、そういった働くということに関してはやはりいろんな手続きだったり考えなきゃいけないことがあるので、ぜひビザについてはもう変わったりするのでね、調べていただいて、自分に適したビザを見つけていただければというふうに思います。はい、以上10個お伝えしてきたわけですけど、タイミさん、他に何かマレーシアの素晴らしさだったり、住んでみて何か印象だったりってそういったのありますか？さっきのさビザのやつ、リタイアメントビザっていうやつはない？ありますあります。そういうなんかビザの種類が豊富やんね。そうとにかくすごいよね。外国の方々に住んでほしいという、これはね。あと投資ビザもあるもんな。そう。だから日本人じゃなかった、日本政府も見習った方がいいかなと思うぐらい。ビザの種類が豊富。そうやな、すごいちゃんと考えられてるというかさ、変な人来ないようなビザになってるっていうか。そうある程度例えば預金残高があったり収入があったりするような人じゃないと、ビザを取れないので、そういった意味では非常に日本もね、俺金持ちだけど日本で暮らしたいんだっていう外国人の方で、犯罪歴もないぞっていう方々にはもうぜひ来ていただいて、たくさんお金を使っていただいてということをしていただくと、結構日本も潤うんじゃないかなと。そうだね。で、特にやっぱり住んでもらうということが一番お金を落としていただくにはいいと。もちろんインバウンド旅行もいいんですけど、住んでいただくのが一番いいなというふうに思いますので、それも一つじゃないかなというふうに思います。本当や本当。はい。他に何かありますか？他？とにかくなんかさ、整ってるっていうか、生活レベルが高いという、なんて言ったらいいんかな。だから分かりやすく言うならば、僕の言葉で言うと、シンガポールと東南アジアのいいとこ取り。そうなんかそんな感じの街も整備されている。で、あと安全、すごく安全で、私別に夜とか歩いて怖い目になったこと一回もないし、本当に普通に。なんかそういう路地とかね、危険なとこあるかもしれへんけど、私、今のところ自分が住んでいたエリアでそんな目にあったことも一回もなくて、すごい安全で、日本と変わらない、なんていうの、安全レベルというか、何も意識しなくても歩けるって感じやん。警戒しなくても歩けるっていうのがすごい。全く変わらないってわけじゃないんですけど、
多少の警戒は外国ですからね、もうある必要なんですけど、それでも、世界に比べたら世界の中では相当治安のいい方だなっていう。だってさ、スーツケースとかさ、置きっぱなしでさ、間違って家帰って思って1時間後ぐらいに気づいて取りに行ったら、もうまんまなんか店がキープしててくれるな。何も取ったりとかしてなくて、ちゃんと預かってくれてたりとかして、そんなんって普通さ、他の海外ではありえなくない？あれ危ないですね。スーツケース小さいやつですけど、中に時価総額100万円ぐらい、パソコンとか iPad とかいろんな電子機器があったので、時価100万円ぐらいのやつがね、失うとこでしたね。でもそれもちゃんとさ、確保しておいてくれてさ、取りに行ったら、みたいな感じでさ、言ってくれたしさ、なんかなんやろ、ほんまに初めて移住するっていう部分の多分日本人の一番心配なところってさ、そういうさ危険性とかそういうことちゃうかなって思うから、日本と変わらないぐらい安全に過ごせますよっていうことが、ポイントかな。その意味では医療も非常に発達をしていて、医療ツーリズムという皆さん聞いたことありますかね。医療のために非常に例えばアメリカで手術をすると非常にお金がかかるので、マレーシアに技術が高いので、しかもコストは3分の1、5分の1になったりするので、マレーシアで手術を受けるという方が今結構増えていて、日本も同じように日本じゃちょっと高い自由診療の部分だけども、マレーシアでは安いのでっていう形で、受けに来る方もいらっしゃるということで、医療水準も非常に高いというのがマレーシアの特徴になります。歯医者さんとか一回行ったやんか、でも全然普通になんかちゃんとしてるというかさ、綺麗やし、もちろん、ちゃんとしてるなって感じだったから、本当はね、なんかそういう部分でもすごくそんなに違和感なく生活できるんちゃうかなっていうふうに思う。ですね。ですからもし皆さんが何か海外移住をしたい、どこにしようっていうふうに迷っているのであれば、もう我々はもう断言します。マレーシア一択だと。特にクアラルンプール周辺ね、これ大事なポイント。クアラルンプール周辺がいいですよと。我々コタキナバルっていうところにも暮らしたことあるんですけど、ここはやっぱりそこまで良くなかったかなと。なかなか、古い町だったからね、建物全部が古いって感じでさ。あくまでも個人的な感想ですけど、そういったタワーマンみたいなのは少ないですし、近代的なビルも少ないですし、街中がちょっとゴミもね、たくさんあったりっていう中で、もうクアラルンプールとは全然違ったなっていうのは印象なので、クアラルンプール周辺をまず検討していただければなというふうに思います。そうですね。あと女子はさ、都会好きやから、やっぱ KL のモールとかも多分きっとテンション上がると思うから。そうね、クアラルンプールにはたくさん、もう見たことないぐらいでかいショッピングモールがたくさんあるので、ぜひそれも楽しみにしていただけたらなというふうに思います。それでは本日は海外移住初めてするならマレーシア一択の理由というものをお伝えをしました。それではまた世界中でお会いしましょう。さよなら。高評価、いいね、コメントよろしくお願いします。動画をご視聴いただきありがとうございました。高評価、コメント、チャンネル登録をお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。See you around the world!